サイバーコネクト2クリエイターズインタビューシリーズの2始まりました。皆さんよろしく、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまず、クリエイターズインタビューとは何か、説明をさせていただきます。毎回個性豊かなサイバーコネクト2社内のクリエイターが登壇し、テーマに沿った対談を行うインタビュー企画でございます。仕事のやりがいや、苦労に関するエピソードをはじめ、自分自身のね、クリエイター人生についても語っていただき、その活躍の源泉を、探っていくという、番組でございます。それでは、早速今回の、登壇者のお二人、自己紹介を、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。サイバーコネクト2ディレクターをやっております、二塚和義と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、そして皆さんこんにちは。私もディレクターをやっております加藤智之と申します。よろしくお願いいたします。若手というよりかはちょっと、ベテランの、お二人にね、今日はいくつか、お話し、していきたいと思いますので、テーマの方に、移っていきたいと思います。クリエイターになると決めた瞬間について詳しくお聞かせください。じゃあ二塚さんからいきましょうか。もともとあなたは、はい、ゲーム屋じゃないよね。映像の仕事からが実はスタートでした。 CM 制作、あとは映画の各種一部とかいうのを制作をしていました。なんでまた映像業界がゲーム業界に？実はですね、CM の映像とかやってる中で、お客さんに見てもらって評価されるっていう機会がなかなかなくてですね、ちょっとエンターテインメント性の高い作品をやったことがあって、その時にそれを出した反響がやっぱりすごくお客さんからいろいろあってですね、このお客さんからのリアクションってすげえいいなと、よりエンターテインメント性の高い業界に、ちょっと入って、新たな自分の仕事にしていきたいなっていうのがあって、サイバーコネクト2の門を叩きました。映像制作がきっかけで、はい、お客様からの直接の声というか作品の評価でね、はい、それを受けてやっぱりよりそういう評価を受けられるようなコンテンツ制作をやる会社に行きたいって言って、この業界に来たと。なんでまたサイバーコネクト2？その時は僕は福岡で仕事をやっててですね、福岡のゲーム会社といえば大きく3つあって、皆さんご存知レベル5さん、頑張ります、で、あとサイバーコネクトという選択肢があってですね、僕がその時自分の一番技術、勉強してきた 3DSMAX というのもあってですね、一番短期間で自分の実力とか自分のやりたいことっていうのを表現できる場所としてはやっぱり、その時に、サイバーコネクトツールが 3DSMAX っていうツールを使ってたのがあってですね、使ってた、そこで、まず、サイバーコネクトツールがいいなと思ったのが一つと、いろいろやれるなと面白そうなこといろいろやれそうやなって思ったのが、サイバーコネクトツールだったので、そこの叩かせてもらうような形になりました。ちょうどね、戸塚のね、うちがもちろんゲーム会社としてずっとやってたんですけども、ドットアップのね、CG アニメを、制作していたタイミングっていうこともあって、すぐ戸塚自身のやっぱ能力がね、活かせるタイミングだったっていうことを待ってる、割と採用はそんなにってあの頃って今みたいに福岡にもゲーム会社ってそんなにたくさんなくて、おっしゃる通りやっぱレベル5サイバーコネクト2頑張るよみたいなね、やっぱこの3社がやっぱ目立っていて、この3社不思議とね使っているそのいわゆる DCC ツールって3社きれいに分かれてたんだよね。じゃあうちがマックスじゃなかったらお前うちにいなかったかもしれんな。そうですねそうですねさあでは、続いて、加藤さんいきましょう。加藤さんそもそもどういうきっかけ？ゲームクリエイターになろうって決めたのは、大学生ぐらいの話なんですけど、すごい根っこの話をするのであれば、小学校ぐらいの頃にRPG スクールとか、スクール系ね、スクール系のソフトをすごく好きで、当時は
ドットを打つのがすごくはい楽しくて、まあ、昔はそうだもんね。そうですね、まあ、ドット打ちをして、まあ、そのキャラを動かしてゲームを作るっていうのがすごく楽しくて、友達にやってもらって、まあ、副業されたりとか面白いって言ってもらえたりだとかっていうのをやって、やっぱゲーム好きだしゲーム作るのも楽しいなっていうところがいろんな意味での一番根っこの部分っていうところですね。小学生はい、そうですね。早いなだって周りの子らはみんな市販されているそのクラスで流行ってるやつを遊ぶばっかだったでしょ。そうですね、まあでも本格的にやれたのは中学校高校からではあるんですけど、いやそれでも早いよ。そういうゲームがまず遊べる時代から、まあ作ってみようみたいなちょっと亜種みたいなゲームが出てくれたタイミングだったんですよね。でそこがちょうどあったおかげで、まあ、今の人たちはもうそもそもユニティだったりとか、アンリアルエンジンだとかっていうのをもういきなり触れるとは思うんですけど、まあ、当時はもうそういうぐらいのものしか触れなかったので、まあ、そういうところが自分の一番根っこの部分になっている。なので最初は実はグラフィッカーを目指していたんですよね。ああ、そうだったんだ。そうですね。2D 対戦格闘ゲームが好きなので、はいはいはい。ああ、ドット好きやったらそうなるな。そうですね。というところがあったんですけど、遊んでもらうっていうところが、やっぱりその自分の意図した面白さっていうのをフィードバックもらえる。で、まあ、失敗すること成功することっていうのの繰り返しがすごく楽しかったので、最終的にゲームデザイナーっていう職を目指すことになりました。それは大学から就職活動するわけじゃん。その時はもう最初からゲーム企業をもう志望してたってこと？大学の時はもうゲーム企業でメディアアートっていう、まあ、インタラクションとかが割とあるアートとかを、まあ、専門にしてるような大学に行ったので、そこでそのゲームっぽいことっていうのは勉強できたんですよ、まあ、でもまあ卒業制作でゲームを作ったのは僕ともう少し少ない人たちぐらいだったので。卒業制作でゲーム大学でなかなかないよね。そうですね。専門学校はね制作展とかもあるからさ、まだあるけど、でアート作品の中になぜか4人で対戦できるなんかアクションゲームが1本って置いてあるみたいな異質な空間を作る。それを作る系で作ったの？いやそれはもう、プログラマーのこと組んでプログラムのもうチーム制作で。そうですね、2人なんですけど、チームですよ、2人か。プログラムそのことを、まあ、僕がプログラム以外全部みたいな感じでゲームを作っておかげでその見学に来る高校生とかの子たちが、まあ、アート空間のはずなんですけど空気読まずにずっと遊んでくれて、まあけどそりゃそうなるやろゲームが一番面白そうに見えるもんそれは。嬉しいんですけど、なんかちょっと異質な空間をちなみにその大学出て最初に就職したのはゲーム企業？最初は、携帯電話を、その時代かモードだとかガラケーの頃か。そうですね。じゃあもう簡単なこう当時のガラケーで遊ぶそういうまあ言うとゲームアプリみたいなもんでね。そうですね、ゲームアプリだとか、当時はクラッシュにした宣伝広告も兼ねた、まあ、ゲームみたいなものが当時あったので、その時もずっとゲームデザイナー？そうですね、それからプランナーという形で、まあ、企画、あまり大きい会社ではなかったので、入ってすぐになんかもうディレクターみたいな状態で、2010年にサイバーコネクト2東京スタジオに入社するわけじゃない。これ何きっかけで？東京スタジオがオープンするっていう情報をネットで見て、ちょうど大井町に勤めていたので、まあ、それもあって一度お話を伺わせていただいて、ここに行こうと決めました。もう言うけどさ、ちょこちょこ知ってて、ご飯食べたりとかもしてて、でどういう能力があってどういう仕事をしてるっていうのも知ってたんだけども、ちょうどうちが東京スタジオできるタイミングでね、まあ言うと転職も考えててっていうのもあって、まあそれで、応募していいですかっていう話だったんで、じゃあやりましょうかっていう、ワンク加藤の場合はちょっと特殊だよね。はい、そして現在に至るということでございます。